レボリューションジャムの会場って大きいんだね。琴乃ちゃんたちすっごいな。さくらちゃんはレボリューションジャムを見るのは初めてな。うん、生で見ると圧倒されちゃうね。こんなにスケールが大きいとは思わなかった。人気アイドルが集まるフェスやし、お客さんの足止めさせんのが大変よな。皆さん正直やから、つまらんかったらすぐ別のステージに行くし。琴乃ちゃんたち緊張してないかな。楽屋に応援に行った方が心配ないです。月ストには優秀なコーチがついてますから。そうそう、るいちゃんに任せておけば大丈夫。二人ともるいちゃんのことを信頼してるんだね。絆って感じがしてなんだかいいね。そうなんよ、うちら3人は深い絆で結ばれてるんです。いよいよ始まるわね。あんなに特訓したのに本番前になるとやっぱり緊張しちゃうよ。それでいいと思いますよ。適度な緊張はパフォーマンスを向上させるそうですから。適度な緊張ね。適度？そこでどうして私を見るんですの？私は緊張なんてしていませんわ。でもどうしても振り付けの確認をしたいのなら付き合ってあげないこともないのですわ。すずは相変わらずね。そうね、みんなで最後の確認をしましょうか。急に振り付けのチェックを始めたけど、どうしたんだ？もうマネージャーさん、そんなに心配しなくても今日の彼女たちならいいステージを見せてくれますよ。そうだよな。琴乃たちならきっと大丈夫だ。それよりも部外者の私が楽屋にいていいんですか？私は観客席にいた方が。天童さんは部外者じゃないだろ。月ストのコーチなんだから。でも私は月ストのみんなに嫌われていますから、ここにはいない方が。なあ、今からでも本当のことを伝えたらどうだ？あのサンドイッチとノートは本当は君が。私にまで優しいんですね、マネージャーさん。でもいいんです。私と慣れ合うよりもぶつかって競い合う方が月ストはずっと輝けますから。それが私たちを温かく迎え入れてくれたみんなへの私なりの恩返しです。でも恩返しはこれでおしまい。私たちはライバルですから、最後に勝つのは私たちトリニティエールです。天童さんはストイックというか不器用というか、そんな性格をしていると言われないか？人にどう思われようと関係ありません。私は自分が正しいと思うことをするだけです。月のテンペストの皆さん、そろそろステージに移動してください。いよいよですね。あんなに偉そうなこと言ってたのに、なんだか私まで緊張してきました。おかしいですよね。天童さん、本番が始まる前にこれだけは伝えておく。天童さんを楽屋に入れると言い出したのは俺じゃない。君にそばにいてほしいと思ってるのは。ルイさん、こっちに来て一緒に掛け声をやりましょう。でも私は。ちょっと、そんな背中を押されても。さあ、ルイさんもエンジンに入ってください。でもぐだぐだ言わずに私たちと一緒にやるのですわ。ルイさんがやってくれないと私たちはいつまでもステージに立てないんですから。わかったわよ。エンジンに入ればいいのね。それじゃあ、いつもの掛け声をやる前に私から一言。ルイさん、差し入れのサンドイッチ美味しかったです。配信の後、ゆうちゃんとすみれちゃんが教えてくれました。るいちゃんのこと誤解してほしくないって。すみれさんは必死に訴えて、ゆうさんはいつもの調子だったけど、それでもるいちゃんを大切に思う二人の気持ちはしっかり伝わったよ。あそこまで言われたらもうるいさんを嫌いにはなれないのですわ。それに言葉じゃなくて心で伝わったんです、るいさんの思い。だからあのステージの直前、私たちは本当の自分を思い出せました。るいさんのおかげで。どうか今日はるいさんの声で私たちをステージに送り出してください。私たちはライバルなんだから
今回だけね。あなたたちなら必ずできる。私が保証する。だから自信を持ってステージに立って。はい。月の光を手に、月のテンペスト。ものすごい熱気と盛り上がりだな。ええ、グランプリの時よりもっとすごい。これが月のテンペストなんですね。プレッシャーを乗り越えライバルと切磋琢磨してアイドルは輝きが増していくんだな。そうですね。ライバルに塩を送っちゃいました。あ、私のスマホですね。ちょっと失礼します。もしもし。ルイちゃん、もうニュース見た？えらい騒ぎになってんで。どうかしたのか？よくわからないけど、ユウがニュースを見ろって。ちょっと待ってください。確認しますから。え？嘘。マネージャーさん。このニュース。ニュースの見出しは、人気芸能プロバンプロダクション社長朝倉恭一氏逮捕。